こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は、介護現場でよく聞く、知っていたら便利な用語、知っていたら便利と言いますか、介護の現場でよく出てくる、専門用語を、ちょっと解説したいなと思っております。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術であったり、こういったね、今回新しい試みですけど、こういったことを発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールという、オンラインスクールもありますので、興味ある方は概要欄チェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ早速、今回は実技ではなくて、座学な感じになるんですが、介護現場って聞くと、介護職だけじゃなくて、専門職たくさんいると思います。ドクター先生ですね、お医者さんがいたり、看護師さんがいたり、僕たち理学療法士、作業療法士がいたり、あとはね、福祉用具の専門相談員がいたり、たくさんの職種の方がいていると思うんで、その中で専門用語っていうのは結構飛び交います。なので、知ってた方が便利だなっていう言葉をね、少ないですけどね、簡単にまとめましたので、紹介したいなと思います。はい、で在宅になると、介護現場の在宅になると、ご家族の方っていうのはやっぱり、知らない言葉多いと思います。僕たちは、専門用語使わないように、しようとはもちろん試みるんですけど、どうしてもね出てしまったりとか、僕たちが普段専門用語と思ってないようなことでも、やっぱりご家族の方からしたらわからない言葉ってたくさんあると思うので、そのあたりもねしっかり分かっていただけたら、より今後の介護現場っていうのがね、もうちょっと分かりやすいものになるのかなと思いますので、最後までご視聴ください。じゃあ早速ですが、まず理学療法士、作業療法士はよく使う言葉で、屈曲進展ってあると思います。それ以外にも、内旋外旋とかね、あると思うんですけど、鈴木さん、こういう言葉は知ってますか？屈曲ですか？はい。知らないです。知らないですか？でも言葉のごとく曲げるってこと？体育座りしてんのかなぐらいのイメージです。あ、そういうことですか。はい、進展は伸ばす方ですよね。伸ばす方ですね。で、内旋外旋ってあると思います。これはそれね、ちょっと勉強したから知ってます。知ってますか？内側から回すのと外側から回す感じです、そうですね。書いたままですけど、もうちょっといろいろあると思います。あとは、体のね動かし方なので、背屈とか、ちょっと字がね汚くて申し訳ないんですが、背屈とか、喘息とかね、こういった言葉があると思いますけど、この辺わかりますか？背屈は背中が曲がってることですか？ではないですね。はい。じゃあ喘息はつま先が尖ってるんですか？読んで字のごとくそうなんですけど、はい。じゃあまず屈曲ですね。肘を曲げたり、膝を曲げたり、股関節を曲げたり、肩を上げたり、全部屈曲ですね。はい。じゃあ進展は山田君。伸ばすことですね。肘を伸ばしたり、膝を伸ばしたり、股関節でいうと前じゃなくて後ろに行ったり。そうですね。はい。関節によって方向が違うんですけど、こういった言葉があります。どういった時に使われるかというと、制限がある時です。関節可動域制限。よくカルテとか見たら、リハビリスタッフ ROM って書いたりするんですけど、関節可動域制限ですね。屈曲制限がありますとか、伸展制限がありますとか、よく、聞くと思います。拘縮の中で出てきたりとかするんですけど、屈曲制限って言われると、じゃあどういうことやと思いますか？曲げれる範囲に制限がある。そうですね。だから曲げれないですね。本来ここまで曲がるものがこんだけしか曲がらない。これが屈曲制限で、伸展制限逆で、ここまで伸びきるものが、伸びきらないですね。膝とか股関節に関して結構言われる言葉かなと思います。あとこの辺もそうですね。内旋制限、外旋制限も股関節の制限によって、おむつ交換がしにくい、しやすいっていうのは出てくる言葉なのかなと思います。で、背屈は背中じゃなくて足首ですね。足首が上を向くのが背屈ですね。手のひらもそうですけど背屈ですね。この背屈制限が強くなると、立つ時にどうしてもつま先立ちになってしまったり、後方重心、後ろに倒れてしまったりしてしまうので、これも結構飛び交う言葉なのかなと。背屈制限ですね。背屈制限があると、立ちにくいですよとか、歩けないですよっていう言葉になってきます。で、それがもっと強くなってくると喘息ですね。読んで字のごとくつま先が尖ってる状態、足で言うたらこうですね。本当にこう
でもうこれ以上上に上がらない潜足状態っていうのはよく聞きます。この状態で車椅子トランスファー移乗するときに車椅子にぶつけてしまって怪我してしまったりとか、うまくね設置できないのでかかとが捻挫してしまったりとか、いろんな事故の元になりますので、靴を履くとか靴下を履くとか滑り止めマットを使うとか、いろんな対策をしなくてはいけなくなってきます。はい、じゃあ今出てきた言葉がごめんなさい、僕もねバーッと喋ってるんであれなんですけど、拘縮はよく本当に頻繁に出てくる言葉だと思うんで、皆さん分かると思うんですが、拘縮ですね。拘縮ですね。はい。はい。この関節可動域の制限がより強くて、屈曲制限、伸展制限じゃなくて本当に、それをなんていうかな、固まってる感じですね。固まってる感じというイメージで捉えてもらったらいいかなと思います。腕が拘縮している、こういう状態であったり、足、伸びてる状態でも拘縮とも言います。で、足が伸びきらない状態、足が拘縮してるよとか、そういった意味で使います。で、拘縮を予防するために、関節をしっかり動かすような、関節可動域訓練とかが必要になってきます。はい、外旋制限がある方、こうギュッとね股関節が中に入りすぎて広げたい、広げないとおむつ交換ができない。で、こういう時に無理に広げちゃうと股関節骨折してしまったりしてしまうので、骨がもろくなっている方とか、そういった方も注意が必要なんですけど、それと合わせて股関節を手術されている方ですね、人工骨頭であったり、人工股関節ですねの手術をしている場合っていうのは脱臼してしまうリスクがありますので、そのあたりも注意しないといけないところですね。で、人工骨頭と人工関節、今出てきましたけど、違いって分かりますか？人工関節はイメージわかりますけど、人工骨頭がわかんないですね。人工骨頭っていうのは、股関節が、こうあって、股関節というか、大腿骨がこうあったとしたら、ここでね、骨折したら、これを入れ替えて人工骨頭っていうものにするんですけど、これが人工骨頭です。はい、で股関節自体の、病気なんかでこっちのね受け皿の方も入れ替える、人工的なものに変えると、これまとめて、人工関節ですね。で、今のがね結構リハビリ的な用語になってくるのかなと思います。で、他にも、人新鮮、何か意図して手を動かした時に震えてしまうような、パターンもあります。はい、ここもよく、褥瘡ができる部位ですし、中東アラブの国ですか？